こんにちは、桜井です。今日は仮想通貨市場において数字の裏側で何が起きているのか、これを3つの注目ポイントに絞って分かりやすく解説をしていきたいと思います。価格の上下だけを見ていては本質を見逃します。実は今、ビットコインの急落の裏で大口投資家が静かに動いていたり、DeFi の次世代を担う取引所が記録を更新したり、そして東京では未来の仮想通貨政策に関わる重要な動きが進んでいます。この動画では投資家目線でなぜその動きが重要なのか、これを噛み砕いてお伝えしていきます。今日の相場を深く理解するヒントになるはずなので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に注目したいのは、ビットコインの急落、いわゆるフラッシュクラッシュについてです。8月25日から26日にかけて、ビットコインは短時間で大きく値を下げ、一時は11万2000ドルを下回る場面もありました。原因として大きかったのは、アメリカの FRB パウエル議長の発言です。ジャクソンホールでの会見で、利下げについて示唆はしたものの、明確な言及がなかったことから、ビットコインがリスクオフに傾きました。結果的にビットコインは下落し、レバレッジをかけていたトレーダーたちのロングポジションが次々に清算される展開となりました。ですが、ここで注目したいのはその後です。急落の直後、一部の大口投資家がビットコインを買い戻していた形跡があるという報道が複数出ています。例えば、オンチェーンデータを分析すると、大規模な買いが一気に入って価格が急回復する、いわゆるナイフキャッチのような動きが見られました。つまり市場が恐怖で動揺する中で、冷静な投資家たちは安くなった今がチャンスだと判断して動いたということになります。これは僕たち個人投資家にとってもすごく大事な視点です。相場が下がった時にパニックになるのか、それとも誰が買っているのか、これを見て判断できるかどうかっていうので、投資の成果は大きく変わってきます。では、こうした変化が今後の市場にどう影響するのか、続いては注目を集めるある取引所の急成長について見ていきます。はい、ということで次に紹介するのは、オンチェーン型のパーペチュアル取引所ハイパーリキッドに関するニュースです。このハイパーリキッドが過去24時間で過去最高の取引高を記録しました。特にビットコインやイーサリアム、ハイプといった主要通貨のデリバティブ取引が急増しており、注目度が一気に高まっています。ハイパーリキッドって何っていう方のために簡単に説明しますと、これは中央集権型ではなく、完全にオンチェーンで動作するデリバティブ取引所です。つまり、バイナンスやバイビットのように企業が運営するのではなく、スマートコントラクトによってユーザー同士が直接取引できる仕組みです。この数日でハイパーリキッドの出来高が急増している背景にはいくつかの理由があります。まず一つは中央集権取引所に対する信頼の揺らぎです。これまでにも FTX の破綻や規制の強化などで資産は自分で管理したいという投資家が増えてきました。そんな中でオンチェーンで透明性が高くリアルタイムで取引できるハイパーリキッドは魅力的な選択肢になっています。もう一つはトレーダーたちのリスク志向の高まりです。先物やパーペチュアル取引が活発になってきている今、ガス代が安くスリップページが少ないハイパーリキッドのような新興プロジェクトに資金が集まりやすくなっています。この動きは次にどこに資金が流れているのかという意味でも重要です。単に銘柄の価格だけを見るのではなく、どんなインフラに人とお金が集まっているのか、これを見ておくことで、より早く成長市場に乗れる可能性があります。ということで、DeFi、オンチェーン、透明性というキーワードに敏感な投資家は、ぜひこのハイパーリキッドの動向にも注目してみてください。では最後に、東京で開催中の大規模イベントと日本の仮想通貨市場に関する注目の話題を見ていきましょう。はい。では最後に紹介するのは、日本東京で開催中の WebX2025 サミットについてです。このイベントは、
アジア最大級のブロックチェーン Web3 暗号資産に関する国際カンファレンスで8月25日から26日にかけて多くのグローバル企業や業界リーダーが集結しています。特に注目なのが日本の金融庁や財務省が仮想通貨規制の再検討を進めているというタイミングと重なっている点です。これまで日本は規制が厳しく海外の Web3 プロジェクトが進出しづらいというイメージもありましたが、最近では規制の明確化や緩和に向けた動きが加速しています。その一例がステーブルコインに関する法整備や Web3 人材育成への政策的支援です。こうした中での WebX 開催は日本市場への注目が再び集まりつつある証拠だと言えます。実際海外の投資家やプロジェクトも日本市場を再評価する動きを見せており、日本初のプロジェクトに注目するべきだという声も増えています。これは僕たち日本人投資家にとって大きなチャンスです。なぜならこれまでどうせ海外の話だよねって思っていたような技術革新や資金の流れがこれからは日本から始まる可能性があるからです。今後日本の取引所に新しいトークンが上場しやすくなったり、日本初の Web3 サービスが世界進出をしていくような流れが出てくれば、資産の置き方や投資の視点も変わってくるかもしれません。日本国内で起きていることも仮想通貨投資の重要な材料になります。この WebX サミットとその裏で進行している規制改革の動きは、これから数ヶ月の相場にも影響を与えるかもしれません。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は単なる価格の上がり下がりではなく、その裏で何が起きているのかっていうのを3つの注目ポイントに絞ってお届けしました。ビットコインのフラッシュクラッシュでは機関投資家が冷静に買いを入れ、ハイパーリキッドではオンチェーン取引の勢いが一段と強まり、そして日本では WebX サミットと規制の見直しの流れが進んでいます。このように相場は見えるものだけではなく、その裏にある意図や動き、これを読み取ることでより良い判断ができるようになります。今日の情報が皆さんの投資判断のヒントになれば嬉しいなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。